久しぶりに新しいマスクを作ってみました。横はこのようにカットされていて、調節できるマスクゴムをつけるタイプです。これはセリアのストッパー付きマスクゴムっていうのを使いました。ちょうど余っていたので使ってみました。もしこのようなものがなくても、普通のマスクゴムとストッパーがあれば作れます。このようなよく市販されている形のものです。つけるとこんな感じで少し大きめにカバーできるマスクになっています。型紙は概要欄からダウンロードしてお使いください。楽天市場にて販売もしています。製図のタイプはちょっと今回はないのでご了承ください。使っている生地は私のお気に入りで、表が丸石さんの綿ポリで、裏はムライト生地です。このムライト生地が通気性も良くって型崩れもしにくいのでとても気に入っています。ガーゼなどでも大丈夫です。材料はこちらです。表布と裏布、それとストッパー付きのマスクゴムを今回使います。こういうものがないときは普通のマスクゴムを20センチぐらい切ったものをワンセットにして、あとストッパーを用意します。この型紙を使って今回は作ります。裏布と、これは表と裏両方とも2枚ずつ重ねます。それと表布、布に表裏があるときは裏側に印をつけます。型紙を置いて今回は形通りにチャコペンで描きます。縫い代は含まれていません。1センチの縫い代を作りたいので、外側は1センチ以上開けておきます。表布の裏側に折った状態でこのように書き写します。今回はカーブが多いので線の上を縫った方が縫いやすいのでこの形にしました。この角になっているところも印をつけておくと縫いやすいです。待ち針で留めて4枚一緒に切り取ります。切るときは1センチ外側を切ります。これは測ってもいいですが、線の上を縫うので目分量でも良いです。だいたい1センチぐらい外側を切ります。この辺はちょっと全然1センチじゃないですが、後で切るので大丈夫です。表布は重ねたままで、表裏があるときは表を内側に重ねます。裏布にも前のカーブの縫う線を写し取ります。この角のところと前のカーブのところに線を引きます。こんな感じです。この線を描いた端から端までを縫います。今回は上までは縫わずに、この線の端から端まで縫います。この線のところから縫い始めます。最初は直線で、印のとこまで来たら方向を変えて縫います。
線の端まで縫います。裏布も同じように縫います。表布の反対側にも出来上がり線を描きます。縫い目と合わせて前のカーブはもう縫ったので描きません。カーブ以外を描きます。さっき縫ったカーブのところを5ミリくらいカットします。直線ラインを上にして開きます。右側に縫い代を倒して端ミシンをかけます。この時もこの上の縫い代は縫わずに線のところから線のところまで縫います。横に引いて縫い目を開くようにします。縫い代は右側に倒したままです。この印のとこまで縫います。裏布も同じように縫います。右側に倒してこの縫ったところから端ミシンをかけます。印のところまで縫います。表布の表側の端にゴム紐の印をつけます。ここにマスクゴムを仮縫いしておきます。抜けないように1センチぐらいは縫い込みます。ねじれないように注意してゴムは内側に入れて裏布と中表に合わせて留めます。ちょうど縫い代が右と左に倒れているので重ならないように留めます。留める時にこの裏布が1ミリくらい見えるくらいに留めておくと後で仕上がった時に裏布のもたつきがなくて良いです。この下の方に返し口を作ります。4.5 センチぐらいの返し口を間に印をつけます。返し口を開けてこの線の上を縫います。カー
ブが多いので、難しい時は3回縫ったら方向を変える。3、1、2、3。このように少し尖ったところはゆっくり止めてミシンで縫います。続けて縫える時は縫って、ちょっと角の難しいところは3つずつミシンを動かします。返し口のある下のラインはそのまま置いておいて、あとは5ミリぐらいカットしておきます。このゴムのところも切らないようにします。切ってしまうと抜けてしまうことがあるので、ゴムのとこは切らずに、あと残りを5ミリぐらいカットします。返し口のところも置いておきます。この内側には切り込みを5つ入れます。1、2、3、4、5。反対側も同じように切り込みを入れます。返し口から表に返します。横に引くようにするとゴムのところが出てくるので、あとは返し口から指を入れてきれいに出します。表側からきれいにアイロンをかけます。返し口のところも出来上がり線に合わせて折ってアイロンをかけます。ここできれいにかけておくと仕上がりがよく、端ミシンもかけやすくなります。返し口のところから端ミシンを1周かけます。久しぶりに登場のこのアイロン台です。マスクをよく作る時には使っていたのですが、最近はあまり使っていませんでした。このアイロン台の作り方も概要欄にあります。これで出来上がりです。